世界で活躍する人にインタビュー。 You Know Me Podcast。 この番組はマキオとショーンが海外で活躍される方にインタビュー形式でお話をお伺いします。毎週金曜日更新。 Spotify と YouTube では音声だけではなく動画でお送りしておりますので、こちらもチェックしてください。質問、リクエスト、コメントなどもお待ちしております。今回の湯飲みゲストはスペアフィッシャーのみつきさんです。スペアフィッシングとは海の中で水中銃などを用いてお魚を取るスポーツです。ワールドレコードもお持ちでいらっしゃいます。ぜひ最後まで聞いてください。本日の茶柱。先週末ね、私たち台湾のファーリエンという、山の方に行ってきたんです、旅行で。で、その時にカナダ人のお友達のお家に泊まったので、ずっと一緒に過ごしてたんですけれども、最終日にちょっと時間がまだあるから、トレッキングにしに行こうと。で、往復で全部で多分3時間ぐらいだったかなのトレッキングしに行ったんですね。で、そんな私、すると思ってなかったから、長ズボンと、普通の洋服しか持ってなくって、でも夫もそうなんですけど、それ着て行こうとしてたら、なんかカナダ人の友達が、ハーフパンツにした方がいいよ、みたいな。トレッキングするんだから、もっと涼しい格好にしないと暑いから、ハーフパンツにしないを貸してあげようか、みたいなことね、言い出したんだよね。はい。で、山登りでハーフパンツと思って蚊に刺されたくないなと思って。そう、枝とかあるし危ないしと思って、大丈夫大丈夫って私たちは言って、結局長ズボンで行ったんだけど、正解だったよね。正解でしたよ。もうすごい山で、結構枝とか、もう木がすごくって、はい。そこ歩いてったから、もしハーフパンツなんかしてたらさ、もう血だらけになっちゃうんじゃないってぐらいのさ、枝木だったよね。しかもお互い怪我したんだよね。そう、長ズボン履いててもかすり傷できてるぐらいだから、でも、そのカナダ人の友達は、なんかハーフパンツで行ってて、それが普通みたいなね、はい。ノリだったから。ずっと私たちの前に私たちを、なんていう、かばってくれたっていう。先にね、こういうそうそう一番最初に先陣を切ってね、いつも言ってるから。雲は嫌いだけど、そう守ってあげるって感じで。そう、素晴らしいけど、でもなんかやっぱさ、なんか欧米人ってさ、そういうトレッキングの時って必ずハーフパンツだよね。ハーフパンツ。ね、いつも見るのもハーフパンツで。でも絶対アジア人はやっぱり、なんだろ蚊に刺されたくない。それを私の一番の原因。う、蚊に刺されるじゃん。でも個人的にはね。個人的じゃなくて、その欧米人だってさ、蚊には刺されるじゃん。はなのになんでハーフパンツで行こうとするんだろうね。い。移動しやすいかな。通気性とか、暑さ対策かな。じゃあ皆さんはもしこういう経験とか経歴があればぜひ教えてください。なんでだろうね。それから、私のポッドキャスト Spotify では、レビューを残していただけるととても嬉しいです。特に Spotify レーティングがね、今全然ないのでお願いします。これ、なんかコメントとかいらなくって、ただ星をね、5つ星とか4つ星とか、できれば5つ星欲しいんだけどっていう風に残していただけるだけで、本当にモチベーションの一つになりますので、もう3秒で終わるから、ぜひお願いします。友達ぜひ紹介してください。これも。ゆのみポッドキャストはオンライン英会話No.1のネイティブキャンプスポンサーでお送りしております。ネイティブキャンプは固定月額費用のみで、好きな時間帯、好きな回数、英語のレッスン受け放題。英語塾に行きたいけど車の運転が苦手なアメリカ在住のそこのあなた。海外に移住したいけど何から勉強したらよいかわからない、そこのあなた。とにかく新しい趣味が欲しい、そこのあなた。ネイティブキャンプはどんな方にも対応できます。概要欄のリンクから7日間無料トライアルできますので、ぜひご利用ください。本日の湯飲み。じゃあ本日のゲスト、みつきさんです。どうぞよろしくお願いします。ではまず自己紹介をお願いします。はい、自己紹介。名前が原美月で、日本の出身は福岡です。福岡でだいたい16歳くらいまでかな、福岡で高校行って、で、高校を辞めて、で、その後イギリスに行ってですね、オックスフォードに。でそこのカレッジにしばらく行って、また日本帰ってきて、すいません、もう動いてばかりで、その後アイルランドにワーホリで行って、で、1年くらい仕事とか、馬を日本でずっと選手で乗ってたんで、で、馬の調教をアイルランドでして、で、レストランとかでも夜働いて、で、そのうち、大学行かないとやばいなと思ったんで、
アメリカのそのトランスファーっていうシステムを使って2年間サンフランシスコ郊外でコミュニティカレッジで、その後 UC サンディエゴ、ユニバーシティ・オブ・カリフォルニアサンディエゴ校に受かったので、バイオロジーで3年次編入をして、3年4年は UC サンディエゴの方に行ってました。でその後今はですね、オレンジカウンティ、オレンジ郡っていうLA からだいたい車で、30分くらいかな、渋滞がなかったら南に行ったところに住んでます。いろんなところにあちこち飛んでますね。ヨーロッパ行ったり、ですねアメリカ行ったり。いろいろまずは美月さんが今やっているご職業、スペアフィッシングということなんですが、はい私たちは事前にちょっと YouTube とかいろいろ拝見したので、まあ、なんとなくどんなものかというのは写真がこう思い浮かぶんですが、きっと聞いてもわからない方もくりだと思うので、ズバリ、スペアフィッシングとは何でしょうか？やっぱり一個ね、めっちゃいい例えがあって、多分日本に住んでる人なら、良い子の浜口の取ったどわかるかな。素はあ潜りしはあはあ、わかりますね。て、魚ついて取ったどをするじゃないですか。あれはい。を、あれをプロでやってますって感じです。わかりやすい、すごく。でもちゃんとスポンサーもらって、ウェアのスポンサーとか、あとはスピアフィッシング、ギア、ガンとか結構高いんですよ。いいのだったら2、30万くらいするんですけど、それをスポンサーもらってやってます。すごいです。もう、かっこいいんですよ。もう、インスタグラムに載っているお写真とかも拝見しましたが、もうめちゃくちゃかっこいいので、もうぜひ聞いてる人にはね、この写真を見て、どんなものかっていうのを感じてほしいんですけれども。アマさんみたいにフットかぶってるし、海のう中でん、はね、もう疲れてるし、結構うん、ね、実際はね、結構きついです。なんかかっこいいっていうより、息も止めなきゃいけないんで、で、潜っうん、て、大きい水中銃抱えて海行って、で、潜るんですけど、あの、うん、スキューバじゃないんで酸素ボンベがなくて、で、潜ってる間ずっと息止めてるんで、結構体力的にもきついスポーツです。そう、ボンベがないし、でも、はい。そんな浅瀬じゃなさそうじゃないですか。もう何メートルぐらいまで行くんですか？魚の種類とか時期によってうん。も、ね、動きが変わったりするんでいろいろ違うんですけど、浅くてでも10メーターくらいでよかったりして、で深かったらだいたいいやいや。25、うん、30とか、お魚にもよりますやっぱり。それをボンベなしで行くわけですもんね。そうですね。そこは多分フリーダイビングと一緒です。息を整うえて、ん。で自分の心拍数をこうん。う意識して下げるっていうトレーニングをするくて、もうリラックスですよね。究極にリラックスして余計なことを考えず、余計なところに力を入れず、なるべく力を抜いてリラックスした状態で潜って、でこう魚が泳いでくるのを待つって感じで、来たところを水中銃当てて、で撃つみたいな感じです。良い子の浜口が取ったどうしてる魚なんて、ね、要はお魚屋さんに並んでるようなお魚とかも結構多いわけですけど、美はい、月さんが取ってる魚ってなんかもう異次元の大きさじゃないですか。そう種類にもよるんですけど、私うがん。そうですね、クロマグロも取れますし、水中中で。良いす子の浜口さんがやってるのは、あれは手盛りなんですよ。で、私がしてるのは銃なんですよね、海のうん、中で使える。だからこう、パワーはい。も違うければ、飛距離もう違うけん。れば、まあなんかこう、アドバンうん。テージはあるんですけど、けどそうですね、大きい魚取れますね。自分と同じくらい大きかったり、それ以上に大きいのとかもよく取れますね。美月さんがスペアフィッシングを始めたきっかけは何だったんでしょうか？始めたきっかけは、いくつか重なっていいタイミングにで、もうせざるを得なかったって感じなんですけど、1個はもともとうん。足がつかないうん。水恐怖症ではい。泳げなかったんですけどね。でも一うん。回旅行した時に海が綺麗なところに行って魚が上から見えて、で一応スノーケリングくらいしないとお金の無駄かなと思ってもう頑張ってみたんですよ。そしたらなんかはい。意外と怖くなくて、それが大体22とかかな。意外と怖えくなくて、でうん。海の中も魚いっぱいいるし生き物いっぱいいるし、生き物大好きで、わあなんかうん。超すごいみたいな。
すごい感銘を受けて、で、はい。それと同時に今までなんかこう実は怖くなかったものを怖いって思い込んで、こうこの月の70%くらいのものを無駄にしてきたわけじゃないですか。70%海だから。だからなんかこうちょっとなんかショックになって、今まで避けてた分もっと探検しに行こうみたいな、もっと知りたい欲が出てきたんで、もうそこからは海に潜れる機会をこう Facebook のグループとか素潜りのグループとかこっちで見つけて行ってましたね。あとは学校を UC サンディエゴ行ったんですけど、私ジェネティクス遺伝子学専門にしてて、でそれで遺伝子的に進化した人たちがいて、インドネシアに素潜りに特化した人たちがその授業を同じ時期にしてて、わあなんかすごいなっていう興味をね駆られたのと、あとは釣りが好きで、すいませんいろいろあって泳ぐのは嫌いだったんですけど、釣りはずっと家族としてて好きで、でこっちで一人で移ってきても一人で釣りしてたんですよ。そしたら男の人たちが伊勢エビを20匹くらい捕らえて海から上がってきて、なんじゃこりゃですよね。とりあえず走ってっていろいろ話聞いて、もうこれは行くしかないと思って、伊勢エビ好きだから、でも高いから買えなかったんで、その人たちが所属してる素潜りの Facebook グループにサインアップしてミーティングに行って、でメンターその先生みたいなのを見つけて連れて行ってもらいました。ようやくそれがサンディエゴです。確かにもう多趣味でいろんなことが重なってって感じですね。そうですね。でもやっぱり多分一番大きかったのは、怖いって思ってたものなんかこうが実は怖いものじゃなくて、今までずっと20何年間人生ずっと避けてたっていうのがなんかね、今まで無駄にしてたなと思って、そしたらなんかその分取り返したい欲みたいなのがあったんで、その分ね、こう山とか川とかは行ってたんですけど、その分のエネルギーを全部海に持ってったって感じです。でも私って何かをするときに、まあ、いいのか悪いのか分かんないけど、こう0%か120%かみたいな、するかしないか極端で、このスピアフィッシングに関してはもうこれ私はするんだって決めちゃって、もう私はこの世界に入るんだって決めちゃって、そこからはもう120%で潜りに行ってました。その初めてスペアフィッシングをやった時って、私これでやっていけるっていうふうにすぐ思えたんですか？すぐは思えなかったです。やっぱり潜れないし、息も止めれないし、まああれこれね、力のいるスポーツだったりもするんで、こう力が十分じゃなかったりはあったんですけど、こう自分のこう身体的な能力は努力すればどうにかなるもんだから、それができないからって言って私これ無理だとかは思わなかったです。じゃあ、動力についてどうやってその訓練したんですか？そうですね、息止めるのはもう回数重ねないことにはどうもならないんで、やっぱり週3とか週4、なんかすごい上手な人たちについて回ってました。だから Facebook とかミーティングでも連れてってください連れてってくださいって、もうなんかもう超 OG な人たちに頭下げてって、で教えなくてもいいから結構ね、海の中で人に教えるって大変で話せないじゃないですか。耳はこうやってカバーされて、鼻はマスクでカバーされて、海の中だったら口はね水入ってくるから喋れないで、結構なんか教える人って少ないんですよね。クラスとかもこっちあんまなくて、もうとりあえず連れてってくれ連れてってくれって言って上手い人の後を追ってどういう風に潜ってるのか見て、それを自分でコピーするっていうスタイルでトレーニングします。ロサンゼルスタイムズとかにも新聞にも掲載されていたのも拝見しましたが、ワールドレコードをお持ちだというふうに聞いたんですが、どんな記録なのでしょうか？私の持ってるワールドレコードはその素潜り、まずは素潜りっていうカテゴリーで、その後スピアガンっていうカテゴリー、ポールスピア、手盛りとあと水中銃とって分かれてて、その素潜り、水中銃、女子で自分の魚種です。それがホワイトシーバスっていう魚種と、あとケルプバスっていう魚種です。そのスピアガンで女の子が取った
魚種としては一番大きいやつってわけで2個持ってます。その大きいやつってどのぐらいの大きさなんでしょう？自分が155センチで大体同じくらいの長さだったんで155センチくらいの魚ですね。もう引っ張られてるとこ想像しちゃうととんでもないなって感じがするんですけど。打った後に本当にこう命がけで綱引きしないといけないんですよ。自分と同じくらいの大きさ vs 自分で、それが海の中だとそれは魚の方が力が強いんでここまでなる、だからもう引きずられるわ、なんかお魚止まんないわで、もう負ける寸前でしたね、その大きかったやつは。あ、もう無理かもと思ったところで自分でね、絡まってくれて、ケルプに海藻とかに一時期はダメかなと思ったんですけどね、で結局回収することができたんで、そのままワールドレコードに申請してっていう感じでした。その間はだいたい何分ぐらい息を止めることになるんですか？ダイブの仕方とか深さとか、水の温度によっても変わってくるんですけど、平均だいたい1分から2分息止めてます、海の中では。でそのスタティスティックっていうトレーニング方法があるんですけど、そのリラックスしてで水面に浮かんでプールで息止めるっていうトレーニングをたまにするんですけど、それだとだいたい4分半息止めてます。ちなみに今後ろにある魚拓みたいのはい、って自分がそのワールドレコードのやつです。その大きさってことですね。小学生の身長ぐらいですね。そうですね。と、あと、めっちゃお腹が大きかったんで、卵とかが入ってたんで、そんなんで、だいたい、何ポンドなの ?73.4 ポンドでしたね。後で料理したことはぜひ詳しく話していただけないでしょうか。こんだけ大きかったんで、何でもしましたね。とりあえずまず友達を集めて、で、鍋、刺身、寿司、なんかなめろうとかも作って、結構ね、身が白身で何の癖もなく臭みもなく、何にでもできるお魚なんで、美味しいお魚なんで、しゃぶしゃぶにしても普通にムニエルにしても美味しかったです。何でも作りました。けど私結構刺身好きなんで、こう生で食べれる分はなるべく生でね食べてしましたね。美味しかったです。いいですね。もうそれこそ取ったどの世界で取ったものを食べるってすごい。一人で撮るんですけど、こうやっぱり友達が見てたりするんですよ。だからそういう人たち呼んでみんなで一緒に料理しての時がね、実際潜ってる時より一番楽しいかもしれない。前のその YouTube のインタビューに中の話だと、アメリカ人、まあみんなそうじゃないけど、特になんかスペアフィッシュを取ったら捨てるというか、全然何も料理せずに道端で捨てるの話について話していただけないんでしょうか。料理の仕方を知ってる人が少ないってのはやっぱり多いんですけど、日本人ってお魚いっぱい食べるじゃないですか。お魚一匹丸々あるとしたら煮付けにするとか刺身にするとかいろいろアイディアがあると思うんですけど、多分こっちの人ってそういうねアイディアがあんま少ないのか、でもハンティングをする習慣文化はあるんでハンティングは行きたいと。でも魚を取ったでどうしたらいいのか分からず、そのまま悪くなって捨てちゃう人たちも残念ながら多いですね。けどやっぱスピアフィッシングっていうスポーツに入ってる以上、食べることに興味がある人も多いんで、お友達呼んでさばき方を教えたり、さばき方を教えることが多いですね。どうやって三枚おろしにするのとか、魚によってはこうちょっと臭みがあるからそういうのは塩水でこうにさらして、そしたら良くなるよとかは教えたりしてます。でこっちの人も美月日本人なんですよ、魚のさばき方知ってるよね、教えてみたいなのはあります。どうやって習得したんですか？ YouTube。気まぐれクックって知ってますか？YouTube 見て習得しました。もう今の時代ね、YouTube ユニバーシティってみんな言うんですけど、YouTube 開いたら何でもね、もう載ってるからですね。言ってちっちゃい頃から家族とお魚釣りは行ってるんで、家族から教えてもらった分もあります。美月さんの家族は、医学
ほとんど。だからそれも関係あるかなと思って、そのさばき方は、貝え箱と似てるそうかなんら。人のさばき方と魚のさばき方は多分だいぶ違うんでそりゃそうだよ。あでもお父さんから教わったのはその命の大切さ。お父さんはお医者さんで、お父親方が病院を持っててですね、殺生に対する責任、こう自分で殺したものは自分で責任持ってこう締めてちゃんとケアして美味しくいただくってところまで自分の責任だよっていうのは教わって育ちました。日本人っていただきますっていう文化があるじゃないですか。ベジタリアンみたいなプラントベースであってもこう動物ベースのご飯であっても必ずいただきますって命に感謝してうん食べるじゃないですか。そういうのはすごくちゃんと教えられました、お父さんから。まあ話を聞いていても、まあすごい力仕事なスポーツだし、男性社会という気はしてるんですけれども、そんな中でご活動されていて不安とかはありませんでしたか？最初はめちゃくちゃありました。やっぱり、うん筋肉も全然足りなかったんでジムは行ったし、うん自分で筋トレする器具買って家でずっと筋トレしたりもしたはい。し、でもそこはまあどうにかなるもんだと思ってましたね。でも他にきつかったのが、女の子がその時全然いなかったんで、他の女の子から教わるってのができなかったんですよね。あともう男の子だけなんで。そしたら私若かったし、その時。で、英語もなかなかできなかったし、そのもともと潜れるわけじゃないんで、結構相手にされなかったです、しばらく。なんか教えてって連れてってって言っても結構相手にされなかったのが最初1、2年、3年やって、で、それでもコツコツやってたら、どんどんちゃんとしたお魚、こう、取るのが難しいようなお魚を取れるようになって、そしたら、あ、この子できるじゃん、みたいな。もうちょっとずつちょっとずつ、こう、真剣に受け止めてもらうようになって、もっといいメンターに出会えたり、じゃあボートに連れてってもらったり、そういうことができるようになりました。けど、男社会って言っても、もともと日本で馬やってたんですけど、馬術を、馬乗りだったんですけど、それがめちゃくちゃ男社会だったんで、そこは慣れてましたね。なんか男社会とか言っても、実力出さないと誰も相手にしてくれないってのは分かってたんで、女だから真面目に受け止めてくれないとかワーキャーワーキャー言う前にとりあえずもう黙って頑張ってやって実力つけて、そこからね意見があるなら意見があるで言っていこうかなっていうのは思いました。今までですごく最も大変だったことはありますか？私一回水中銃で撃たれてるんですよ。へえ。多分それが一番大変だったかもしれない。で海にいて、私その時潜ってて、でお友達がボートにいて、基本的にこうロードされてる銃は手渡ししないんですけど、その時パディホッピングっていうタイプのこうハンティングをしてて、その時ってロードされてる銃を海から船の上の人に渡したりするんですけど、その時に、自分のミスでもあり相手のミスでもあり、銃が自分の方に向けられて滑って、その滑ったのと同時に相手の人の手が鳥がこう撃つところに入っちゃって、そのまま発射しちゃって、で自分の足貫通しちゃったっていう事件が一番大変でした。足は足首とかですか？それは太ももです。ラッキーなことにこう動脈は傷つかなかったし、神経も大丈夫だったし、腱とかも切れなかったんで、もう筋肉だけちぎれたって感じなんですけど、筋肉一部だけ。言ってしまえばこう貫通するっていう事故の中で一番ラッキーな部分に貫通しちゃったんだと思います。海の事故が怖いのが、私その時も水深何キロみたいな深いところ行ってて、下まで潜らないんですけどね、表面だけ潜ってたんですけど、意識飛んだりして沈んじゃえばもうレスキューされないから、死体も上がってこないから、それだけは嫌だなと思って、もう海のだから船の横にこうやってしがみついて、で友達に引き上げてもらって、たらね、もう病院直行です。いやー、想像するだけでもうギュッて感じがもうしますけど。命がけだよね、本当にスペアフィッシングって。でもそういう事故はめったに起きないものなんですよね。ですね、
思ってる以上に起きてるかもしれないです。そうなんだ。撃たれたのは自分だけじゃない人も知ってるし、あんまりこうニュースとかにはならないんですけど、やっぱりハンティングとかと一緒でこう動物を殺せる武器を持ってるわけじゃないですか、水中銃っていう。だからこう間違って人に向けて暴発しちゃったみたいなのはもうほんと時たま世界のどこかで聞きます。こう自然も怖いかもしれないけど人によるミスっていうのも怖いんで、そういうのを人に教えるときはまずマズルアウェアネスっていうんですけど、そういう殺傷する人を殺せるとか動物を殺せるパワーのある武器を人に向けないっていうところからかな。今こう胸がギュッとこう苦しくなるお話だったので、ちょっと明るい話ということで、なんかスペアフィッシングをしていて楽しいと思う瞬間はどんな時でしょうか？いつでも楽しいです。やっぱ海の中行ってお魚見れるだけでも私ワクワクするし、お魚取れなくてもアザラシが寄ってきたり、好奇心旺盛な生き物なんで、こうライトとか照らして魚探してるとアザラシも一緒にライト使って自分の当ててるところを探してたりしてます。かわいい。に抱きついてきたり、うちの自分の持ってる魚を見に来たり、本当に海の中の犬みたいな感じです。お魚取れなくてもそういう自然の生き物と触れ合えると私は楽しいですね。あと、魚を友達と料理したり、一緒に食べたりするのも楽しいところです。ナショナルジオグラフィックみたいな世界がリアルに見えるって感じですね。本当そうですよ。クジラとかもたまに見れますし、船出すとイルカはもう絶対見ますね。じゃあ話ずれますけど、このスペアフィッシングは日本ではできるんでしょうか？水中銃を使ったスピアフィッシングは漁業組合に加盟してる人じゃないと使っちゃダメ。普通の人が水中銃を使うのは違法です。けど手盛りは使っていいみたいな。県によってルールは違うんですけど、基本的に手盛りは OK なはずです。けど水中銃は基本的にダメだと思いますね。じゃあ日本で活動しようと思ったらちょっと難しいですよね。そうですね。水中銃ってやっぱり、ね、結構アドバンテージなんで。けどいつか日本で潜ってみたいですけどね、手盛りで。手盛り練習中です。そのために。次日本帰った時、多分沖縄とか行ってみたいなと思います。結婚式も結構面白いと聞いたんだけど、ぜひ私たちの聴者に話してください。みつきさんの結婚式はどんな感じでしょう？多分フリーダイビングの結婚式世界初じゃないですかね。っていうのも、旦那さんがいるんですけど、スピアフィッシングつながりで知り合って自分のメンターになってくれって私が申し込んで、自分の専属の先生になってってすごくスキルの高い人で。ずっと教えてもらってて、でそのうち付き合うようになって結婚したんですけど、その時ちょうどコロナが重なってたのもあって、スキー場は取れないで、部屋の中でパーティーとかしたらダメな時期だったんで、もう外行って自分たちユニークな方法で結婚しようっていう話になったんですけど、どっちもスピアフィッシングする人たちだし、自分の友達ももう全員スピアフィッシングの人しかいないしで、じゃあもういっそのこと海で結婚しようっていう話になってスキューバで結婚してる人は見たことあるんですけど、フリーダイビングで結婚してる人はいなかったんで、こっちで言うオフィシエントって言うんですけど、こう結婚を許可する、牧師、はい。それも海でできる人に頼んで、みんなでウェットスーツ着て海入って、リングを渡すのは泳ぎながら水面でしたんですけど、最初のキスをみんなで潜って水の下でキスしてそのまま上上がってでフィューみたいな。最後にお花をこうするじゃない、普通の結婚式。お花を投げる代わりに魚の餌なんか鯉の餌みたいな魚の餌があって、それを自分たちに投げたらお魚がね、なんかいっぱい。ワシャワシャワシャってなってたんで、それはすごかったです。いやーでも参加者にとっても皆さんにとっても忘れられないね式になってね、素晴らしいですよ。自分たちのユニークな方法でしようって言ってそれでやったから多分、ね、成功ではあったんだと思います。では今後の目標ややりたいことはありますでしょうか？日本でスピアフィッシングしてみたい。
日本以外もいろんな海外行きたかったりもします。魚種だったりも、磯マグロっていう魚を一回取ってみたいってずっと思ってて、今プラン練ってるところですね。あとは、やっぱり自分が大体入ってきた後くらいから女の子たちのポピュレーション、人口が増えて、スピアフィッシングの。で、その子たちのいいお手本でありたいっていうのもあります。何人か教えてもいますし、いいお手本でありたいっていうのはあります、やっぱり。すごい。もう先駆者ですね。パイオニアだ。ねえ、未これ来はからこういうよう人がな、増えてほしいよね、ね。そうですね。でもやっぱりスピアフィッシングって自然から動物を取る競技というかスポーツなんで、こう取りすぎても自然に良くないし、やっぱバランスってのは大事で、でもずっとやってないとバランスってのも分かりにくいから、サステイナビリティっていう言葉が英語であるんですけど、日本語で言ったら持続可能なエネルギーとか使い、自然との共存の仕方。だからスピアフィッシングを通して、こう海の中でこの魚種があんまりいないとか、ウニが多すぎるとか、ケルプが全然育ってないとかいうようなところを見ると、そこではあんまりね、お魚取ったり、自然のものを取ったりしない方がいいよみたいなのは知ってます。サステイナビリティをね、頑張って教えようとも思ってます。そのアメリカ人はウニは全然食べないっていうのが結構あった。なんか、ウニそうそう、ウニ。ウニですね。今はね、だいたいこう知名度高くなってきて食べる人も多いんですけど、もう美味しいウニあるんですよ。でもやっぱり気持ち悪いって言って食べない人は多いですね。けど寿司屋さんかな、こうめちゃくちゃカリフォルニアってめちゃくちゃ寿司屋さんがあるんですよね。でそんな影響でウニは食べれるんだっていうのをみんな知り出して、こうもっとオープンマインドにはなってきているんですけど、ウニだったり、あとなんかな、まあ魚の卵だったり、魚自体こっちのちっちゃい子とかもうなんか切り身でしか魚を見たことがないみたいな子が多くて、魚の切り身がもともと生きてたものっていうのとつなげることが難しくなってきてるんですよ、今現代。アメリカってさ、頭が入ってないしね。釜そうそう、釜とか頭。こう出汁を取るっていう文化もないし、釜を食べるっていう文化もないし、スピアフィッシングをそもそもしてる人たちってそういうのに興味があってしだしてる人が多いんで、結構、ね、自分たちのコミュニティにいる人たちはオープンマインドです。最後のおしめの質問なんですけど、みつこさんにとって、そのスピアフィッシングとは何でしょ私にとってスピアフィッシングとはライフレッスンを学ぶところっていうのも、多分スピアフィッシングで学んだことってスピアフィッシングにしか当てはまらないって思われがちなんですけど、結構、ね、スピアフィッシングで学んだことを人生に当てはめれることも多くて、でその一つとしては、まあ、海とのバランス、やっぱり取りすぎてもダメ、こういいバランスを自然と保たないとサステイナブルじゃなくなる、持続可能な関係性じゃなくなる。それでもやっぱり人生と一緒で、したいこととしなきゃいけないことのバランスだったり、食べることに関しても全てはバランスであるなとは思ってますね。あとは、海って必ずしも自分に好都合なわけじゃないんですよ。やっぱりサメがいたりもするし、波が強かったりもするし、透明度が良くなかったりもするし、でそんな時に自分が置かれている状況が厳しすぎてパニックになりそうになる時があるんですけど、そういう時にこそいかにリラックスして、いかに自分の気持ちをコントロール、落ち着かせて、こう迅速にこう適した決断を下せるかがすごくこう大事なスポーツで、じゃないとすごく危なくて、逆に息を止めてるんで、じゃあ海藻が体に絡まったと、息吸いに上に上がれないとかなった時に、じゃあ迅速にウェイト重りを取ったり、じゃあ絡まってるところがどこなのかってほどいたり、こうパニックな時こそリラックスしてなるべく早く正しい決断を下す練習にすごくなるんですよね、スピアフィッシングって。人生とも一緒で、こういつも楽しいわけじゃないじゃないですか。ストレスフルな時があれば、悲しい時もあれば、こう寂しい時もあるけど、その時にこそこう自分の気持ちをコントロールして
適した決断を下すのがこううまくやっていける決め手なんだろうなと思って、なんかあった時はスピアフィッシングで学んだことを思い返して乗り越えようとは思うようにしてます。だから自分のライフレッスンの場所。もう美月さんはもうスペアフィッシングももちろんそうですけど、スペアフィッシングじゃない世界でもなんか強く生きていけそうなパワーがあるなというふうに今の話を聞いて思いました。どこに住んでも大丈夫なタイプではあるんでしょうけど、いろんなとこ住んできたんで。でも私高校生の時不登校だったんで、もともとメンタルが強いわけじゃ全然なかったんですよ。メンタルはもう激弱で最初。でこう馬術も結局諦めて、全然上手じゃなかったんで諦めたり、うまくいかないこと多くて、結局高校も退学とかしてるから、こう最初はメンタルが強いわけじゃなかったんですけど、スピアフィッシング始めて体もメンタル強くなきゃこう死んじゃうから、海の中なんでどうにかしてやっていくか、それともなんかもう本当に重大な事故につながるか、どっちかだった。メンタル強くならざるを得なかったです。でもありがたいことに。これからも大変なことがたくさんあると思うんだけども、安全第一でね、ぜひ頑張っていただきたいところです。はい、終わるんですけど、なんかこれ言い忘れたとか言い残したとかそういうことはありますでしょうか？実は南カリフォルニア最高ってくらいですかね。今までいろんなとこ住んできたんですけど、イギリスだったりアイルランドだったり。けど南カリフォルニアってもう本当1時間圏内、車で移動する1時間圏内でクロマグロとかブリとかがいる海があれば、砂漠もあるし、スノーボードも山行けば、ね、1時間くらいでできるところあるし、こういい森もあるし、川もあるし、綺麗な湖もあるし、なんとね、自然が大好きな人にとっては多分南カリフォルニアはすごくおすすめです。いいですよね。オレンジカウンティとかも天気も最高とか言いますよね。天気最高です。天気はめっちゃ最高。もう毎日晴れ。キさん、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。当番組へのゲスト出演希望募集中です。次戦他戦問いません。概要欄のリンクからご応募お待ちしております。ゆのみポッドキャストはウェブサイト、各 SNS を運営しておりますので、ぜひこちらもチェックお願いします。それでは次のエピソードをお楽しみに。